皆さんこんにちは、さやここです。今回ご紹介するレシピはいちごジャムを使ったレアチーズケーキになります。本日もよろしくお願いします。ではまず土台から作っていきます。はい。でこちらタルト生地の土台ですねに使用するのがこちらのチョイスビスケットになります。でこちらと、バターを合わせて、はい、簡単に生地を作っていきます。まずすべてこちらのビスケットを袋に入れていきます。でこちらを綿棒で、粉々に砕いていきます。でもしフードプロセッサーがご自宅にある方はそちらの方が簡単に細かく砕けると思いますので、はい、フードプロセッサーを使っていただいても問題ないです。はい。でこちら綿棒で今回私はしっかりと、はい、細かくしていきました。はい、このようにしっかり細かくなってます。で続いて、溶かした有塩バター 70g を入れていきます。はい、でしっかりここで、バターがなじむように揉んでください。でここで私このアングル、動画撮影のアングルに気を取られてしまいまして、下にちょっとこぼしてしまいました。本当に大変失礼いたしました。はい、では気を取り直してセルクル型ですね18センチ用意します。でこちらに先ほどの、タルト生地ですね、はい、ビスケット生地、こちらを敷き詰めていくんですけども、でこのセルクル型がない、方はですね、底が抜けるケーキ型直径18センチ、はい、ケーキ型を使っていただいて問題ないです。ただ底が抜けるケーキ型を使うようにしてください。でここでフレッシュのいちご登場です。だいたい1パックですねあれば、こちらの側面、これから側面にこのいちごを並べていくんですけども、と上に飾る分でちょうど1パックあれば足りると思います。でこちらは半分にカットして側面に並べていきます。でそうすることですごく見た目が可愛い、はい、いちごのレアチーズケーキになりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。でここで一つ注意点なんですが、大きいいちごをですね並べてしまいますと、生地を流した時にいちごの、頭がですね飛び出てしまいますので、なるべく、小粒のいちごを使うようにしてください。はい、では続いて、クリームチーズ、常温に置いといたちょっと柔らかくしといたクリームチーズをまずハンドミキサーでほぐします。でもしハンドミキサーがこちらない方はホイッパーでももちろんこのケーキ作れますので、ぜひ作っていただきたいです。はい、では続いてグラニュー糖投入です。 60g、 はい、こちらもしっかり混ぜていきます。はい、続いて、プレーンヨーグルトですね。無糖の、ヨーグルトを使ってください。 150g です。でこちらもしっかり混ぜていきます。はい、では、次に生クリームですね。 200cc のこの生クリーム、50cc はゼラチン用で使うので別で取っといてください。でこちらのボウルに入れる生クリームなので、残りの 150cc は全て入れてください。でしっかりホイッパーで混ぜていきましょう。はい、続いていちごジャム、市販のこちらいちごジャムで問題ありません。大さじ3杯入れてしっかり混ぜていきます。で混ぜるとですね、少しこう赤みがかった色になります。はい、続いてレモン汁大さじ1入れていきます。続いてキルシュ大さじ1入れていきます。でこういったリキュールですね、キルシュ入れることですごく爽やかになって、
ケーキにですねワンランク上のこう味にちょっと変身するといいますか、結構こういったリキュールはポイントになります。はい、では粉ゼラチン 10g と水 50cc をまず入れて湯煎で溶かしていきます。温める程度で大丈夫です。はい、で続いて先ほどの生クリーム 50cc を入れて、温めていきます。で温めすぎるとこのゼラチンっていうのは熱に弱いそうなので、50度から60度ぐらいですね。はい、温めてください。はい、でも温まればすぐに湯煎から外してください。はい、でここで、ゼラチンを先ほどのボウルに入れてしっかり混ぜていきましょう。はい、ではこちらを流していきます。でですね、私この時にですねちょっと彼と喧嘩をしてしまい、生地がですね少し固まった状態で流してしまったんです。なので皆さんはゼラチンを入れたらすぐに、型に流すようにしてください。でただ綺麗には仕上がったんですけども、少し分かりますかね、なんて言うんだろう、フルーチェみたいなちょっとこう固まりかけてきてしまっているという。はい、なので皆さんはもうすぐにゼラチン入れたら、型に流してくださいね。はい、で冷蔵庫で1時間ほど冷やしてる間に今度は上にかけるいちごゼリーですかね、はい、を作っていきます。いちごジャムと、お水でまずはいちごジャムをこう伸ばしていくんですけども、お水、を2回に分けて入れていってください。はい、続いてまた登場です。キルシュ小さじ1、はい、でレモン汁小さじ1で、続いてグラニュー糖 40g 入れてください。でしっかりと混ぜてください。で上のですねいちごゼリーもいちごジャムでもう作れちゃいますので、すべていちごジャムで作れます。はい、で粉ゼラチン 5g用意して、その中に水 20cc ですね、今度は、はい、入れていきます。でホイッパーでまずは混ぜていただいて、でまたですね、湯煎で温めていきます。はい、それで少しだけ先ほど作ったいちごゼリーの生地をこのゼラチンの中に入れてもう一度温めます。でその方が最後ゼラチン合わせるときに混ぜやすいので、はい、混ぜやすいじゃないですね、ごめんなさい、混ざりやすい、はい、ゼラチンが混ざりやすいので、はい、このように作ってください。でこれでいちごゼリーが完成です。で上に流していきます。はい、でこちらすべていちごゼリーを流していきます。でこちらをですねこぼさないように、はい、冷蔵庫に持っていってください。はい、で冷蔵庫で3時間ほど冷やします。で上を触ってみていちごゼリーのとこ触ってみて固まっていれば問題ないです。はい、では型から外していきます。でこのままですと側面がきれいに外せないので、温めたタオルですね、お湯で私温めたタオルで、周りをまずはですねこのように当てて、はい、温めた後、はい、ある程度こう温めた後にセルクルを外していきます。はい、ではここで最後の仕上げになります。はい、飾り付けですね。私本当にいつも飾り付けが一番苦手でどうしようかなとなってしまうんですけども、はい、他のねYouTube の動画上げてる方の、飾り付けを参考にさせていただいて今回飾り付けをしました。で、いちごとですね冷凍ブルーベリーしかなかったのでそれ
だけでなんとかですね、綺麗に飾ることができました。はい、ではこちらで完成になります。でここでカットをする時なんですけども、包丁をお湯で濡らしていただいて、包丁を温めてからカットするとカットしやすいです。はい、では今回ですね、いちごジャム、市販のいちごジャムを使った、レアチーズケーキの紹介でした。ぜひ皆さんも作っていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。